シックどうなる？でもやっぱ最初は僕も上京した時はやっぱり、1週間ぐらい経たないぐらいでもうダメだって思いましたけどね。帰りたいって思ったんですけど、でもやっぱりなんだろうな、先のことを考えると頑張んなきゃなみたいなるんで、もしホームシックで、しんどい時とかあると思うんですけど、先のことを考えてポジティブにやっていけばきっと、どんどんその環境にも慣れていくと思うんで、だからまずは、ホームシックになった時は親と電話してもいいですし、先のことを考えればきっとどんどん慣れてくるかなって思います。なんだろう、むずっ。でもアクセサリーはずっとつけてるかもしれないですね。このネックレスとブレスレットは基本的にずっとお風呂入ってる時もずっとつけてますね。ゴールド、すごいお守りみたいな感じですね。散歩の魅力はすごいね、リラックスできるし、日々追われてる環境の中からちょっと離れられる、無になれるかな。そこが魅力かなと思いますし、散歩って歩いてるだけでやっぱり無駄なこともあんま考えないですし、逆にいいことが出てくる時もあるんで、アイディアとしてこういうのやりたいかもみたいな、何も考えてないからこそ出るものもあるし、そこが魅力ですかね。楽しむために何かやってることは街並みを楽しむいろいろ歩いて自分が知らないとこに行って歩くってすごい結構それこそリフレッシュになるし、こういうとこあるんだみたいな、自分の知らない環境、そういう世界にを見て、で片手にコーヒー持ってみたいな、いろんなお店も見つけられるし、ここ美味しそうだなと、今度行ってみようみたいな、そういうところも楽しめるかなと思います。韓国ドラマハマってますか？ちょっとね、今ブーム的にはもう結構こう言って今この辺ですかね。あんまり最近見れてないですね。韓国ドラマってすごい1個が長いんですよ。1個が長くて、それが20話ぐらいあるんで、ドラマでも。でなかなか見るときは覚悟が必要なんですよね。見ちゃうとやっぱハマっちゃうんで、だから1話見るだけでも明日のスケジュールと確認しないといけないし、だからちょっと最近はいい意味で見れてないです。いい意味で多分仕事も活動も増えてきてるので、だから韓国語のね勉強もということで。子供の時はかわいいエピソードなんですけど、幼稚園の時
保育園通ってた時にお昼寝の時間があるんですけど、その時に布団を女の子も一緒なんですよ。寝るところは自由でなんかこう好きな女の子のところに行って、なんかこうベッドを移動させて好きな女の子の隣で一緒に寝てました。はい恥ずかしいですね。無人島にトライブメンバーを連れて行くなら海星、絶対海星でしょ。もうなんか意外とその海星ってなんか知恵とかもあるし、やっぱり力仕事も任せられるし、なんか魚とかそういう獣とかも一瞬で捕獲してきてくれそうだし、なんか単純に僕が楽できるかなと思って海星です。深いですね。ファンとは何ですか？言葉じゃ表せないですね。なんか目には見えないんですけど、ちゃんとつながってるというか、お互いがお互いを思い合ってる存在かな。僕らもファンの皆さんがいないとやっぱり歌う意味もないし、パフォーマンスする意味もないし、なんでやっぱりファンの皆さんも僕らを必要として好きでいてくれてるっていうところで、やっぱり、お互いに思い合ってるですかね。やっぱこの一回しかない人生の中で巡り会えた、直接会うっていう機会もあんまないですけど、でもなんかこう思い合ってるっていうところで、思い合ってる存在ですかね。結構でもそうですよね。休日は確かに遅く起きてしまいがちですけど、でもなんか休日って平日よりなんかすごく早く終わってしまうようなイメージがあるので、なんかその時間を無駄にしたくないっていうところで、なんかやっぱりその前日に計画して朝起きてコーヒー買いに行って、ランチ食べてどっかショッピング行ってみたいな、そういう計画を決めればきっとなんかワクワクして早く目覚めると思うんで、そうですね。ダラダラしてしまいがちだということで、計画を立てましょう。もうずっと言ってるんですけど、やっぱ英語はやっぱり話せるようになりたいですね。あとギター。深いな。大人になった時、先を考えるようになった時、やっぱね、若い時はね今しか考えれないんですよ。でもね、やっぱりどんどんこう年を重ねるごとにやっぱ先のことも考えるんですよね。